第二次世界大戦で使われた戦車のプラモデル。そう、これ動くプラモデルなんです。しかもその動きは本物さながら。障害物もご覧の通り、戦車のリアルな駆動を再現しています。動くのは戦車だけではありません。なんと兵士まで動くんです。微妙な体の揺れやスムーズな腕の動き、いやー、見ていて楽しくなりますよね。作っているのはこの方、山本明彦さん。プラモデルで動かないものなんですけど、それをラジコンの装置を組み込んで走るようにしたものです。飾って楽しむ一般的な戦車プラモデル。山本さんはそこに動力となるモーターなどを加え、自分だけの動く戦車プラモデルを作り上げているんです。世の中にないものは自分で作るしかない、そんな思いから始まった動く戦車プラモデル作り。本物そっくりな戦車の動き、そこには驚きの技とこだわりが隠されていました。のどかな風景が広がる三重県南伊勢町。こちらの一軒家に今回の秘密基地の主がいます。戦車を巧みに操っているのは山本明彦さん。職業は公務員。戦車プラモデルを本格的に作り始めて30年近く。部屋にはこれまで作った戦車や装甲車などのプラモデルがずらり。しかも山本さんが作るプラモデルは動かすことができるんです。これは97式っていう戦車のプラモデルで動かないものなんですけど、それをラジコンの装置を組み込んで走るようにしたものです。キットの状態はこういうものなんですけども、モーターも何も入ってないので組み立てて飾っておくっていうものになります。これは日本軍で使われた戦車のプラモデル。キットを組み立て、細部にこだわりながらカラーリング。山本さんはそのプラモデルに電池やモーターを組み込み、動くようにしているんです。前進と、後進ですね。と、これが左旋回です。と右旋回です。どうやって動かしてるかというと、いろんなメカを組み込むんですけども、これが中にメカを入れた状態になってます。ここが電池で、この部分が走るためのモーターになります。でこの部分が、左右の向きを変える装置になってます。レバーを動かすと片方のキャタピラーが止まってまた逆転するという、こういう機構を組み込んであります。これで一つのモーターだけを使ってその場で、旋回したりということが可能になります。右に曲がるときはまず右のキャタピラーが止まり、その後逆回転。左に曲がるときは左のキャタピラーが止まって逆回転。このように片側のキャタピラーを止めたり逆回転させることで曲がったり旋回させたりする。山本さんは本物の戦車と同じような動きを再現しているんです。
中でも力作はスチュワートの愛称で知られる M3 系戦車。電源を入れるとエンジン音が。しかもこの戦車、走るだけではありません。実際に大砲を撃った時の動きというのを再現してあります。いきますよ。山本さんお見事。一体どうやって動かしているのか、隣の秘密基地で見せてもらいましょう。まずこの、スチュワートの戦車のプラモデルはこうやって市販されてます。1200円ぐらいでしたかね。ちょっとはっきり覚えてないんですけど、このような車体で、こちら車体の上部になります。これはディスプレイモデルといいまして、モーターも何も入っていないこういったものでして、これを、上下合わせまして、であとは足回りですとか砲塔などをつけて、形にしていくものになります。ベースとなるのはプラモデルのキット。もちろん飾って楽しむものなので、モーターや電子部品は一切入っていません。これを動かすために付け加えるのが、こういうラジコン戦車のキットが出てますので、これの中身を利用してます。ラジコン戦車のキット。そこに入っているモーターや送信機と組み合わせることで、市販されていない自分だけの動く戦車プラモデルを作り上げていくんです。ちょっと開けてみますね。中身はこのようになってまして、本体の中は空っぽのプラモデルキット。そこに電池やモーター、電子基板がぎっしりと詰め込まれています。この中には山本さんが自作したパーツもあるんです。方針を上下させたりするギアがここに入ってます。こういったものは自作になります。動きとしてはこういうものです。下がるのを早く、戻るのをゆっくりっていう、ちょっとこう、実写の大砲の動きに合わせて作ってあります。動きのリアルさっていうのを、結構追求してますので、素早く引っ込み、ゆっくり戻る。リアルな方針の動きを実現させるパーツを自分で作った山本さん。そのこだわりはサスペンションにも。多少の段差をものともせずスムーズに越えていく動き、実にリアルですよね。段差に合わせてキャタピラーが形を変え、サスペンションが上下しているのがわかります。ここに、プラモデルをそのまま組み立てたものがあるんですけども、このキットの場合全然回転もしないので、もう本当に固まったままのものになります。押しても全然動かないですね。ただ組み立てて飾っておくだけならこれでいいわけなんですけども、実際走らせるようになった時にこれが動かないと走りでもやっぱりリアリティがないので。戦車には欠かせないキャタピラー。バネを利用した本物さながらのサスペンションの動きはどのように再現しているんでしょう。まずプラモデルキットのパーツを細部にわたって採寸。実物大で設計図を作成します。それを真鍮の板に貼り付けて切り出します。出来上がったパーツをプラモデルキットの車輪と合わせながら組み上げていきます。
続いて山本さんが取り出したのがピアノ線。何に使うんでしょうか。旋盤につないで巻き始めました。スプリングをピアノ線巻いて作ります。どうしても市販のもので欲しい硬さとかサイズがない場合は自分で巻いて作ります。ピアノ線で自作したスプリング、これをサスペンションのバネにするという山本さん。いやいや、技が細かい。はい、これではいできました。こうしてサスペンションが完成。坂道や段差もガンガン突き進む、とことんリアリティを追求する山本さんの自信作です。